すると我が家には奇跡が次々と起こりました。姉の体の中で悪さをしていた悪霊が抜け、無事に精神病棟を退院することができました。実は私は安倍元首相の事件以降に SNS で家庭連合2世として誠の愛を発信する活動をしている小さなインフルエンサーです。統一教会に洗脳されているかわいそうな2世だとバカにされ、非難され、笑われるような日々でした。自分の幸せのためだけに信仰を持つ人はいません。私はたとえ地獄のようなところでも天国を築ける人になりたいですとつぶやいたのです。するとそれを見たかつて日本キリスト教団で牧師をされていた方の目に留まり、まだ20歳で若いこの家庭連合2世の信仰告白にとても感動したと YouTube で動画を出してくれたのです。私は三万荘木戸博之弘子の三女木戸まりかと言います。私がこの霊性修練会に来た動機は、摂理の中心であるここ韓国でお母様の心情と一つになり、日本を救うことができる次世代のリーダーになるためです。私は今東京の大学に通っており、カープに所属しています。昨年の JTGC でのお母様との出会いを通して大学を休学してまでも今という時を逃してはいけないと思い、春に266期の40週に参加した後、第9次霊性40日修練会を受けることになりました。この霊性修を受けながら、この期間私の心には24時間ずっと父母の心情が入ってくるようになりました。歩いている時も、ご飯を食べている時も、シャワーを浴びている時も、なぜか涙が出てくるようになったのです。お母様の深い心情圏に入ると、胸が引き裂かれるほど悲しみの心情が伝わってきました。きっとお母様も24時間毎日全世界の人類をどうやったら救うことができるのかを考えながら、こんな心情で歩んでいるのだと感じました。本当はお父様の隣で手をつないで一緒に歩みたいお母様の心情を持った時に、私がお父様の代わりに地上でお母様にはべり歩みたいと思いました。独占女お母様が宣布してから10年、自分の子女が離れ、シックからも受け入れてもらえない中、お母様がどれだけ孤独だったのか考えさせられました。そしてそんなお母様を暗闇の中に閉じ込めてしまったのは私たちだったということに気づきました。本当に申し訳ないという思いと同時に、私はどんなことがあってもお母様の元を離れず、あなたにはべって歩みますと決意する思いになりました。そして私はこの霊性修練会期間の徹夜祈祷会で祈る中で、自分の家族をもっと愛してあげたいと思いました。一人孤独に単身赴任をしながら日本で牧会者をしている父、そしていつも家族のために犠牲の道を歩んでいる母。私は4人兄弟の末っ子として生まれましたが、長女の姉は統合失調症を患っており、両親が苦労してきた姿をずっと見てきました。霊的な問題を抱える姉をどうすることもできず、姉は精神病棟に入りましたが、そこに入れざるを得なかった父母の心情はどれだけ辛かったことでしょうか。早く霊的な問題を解決しないといけないと思い、両親は430代の先祖解怨と天保家庭入籍を目指し、そして無事にどちらも成就することができました。すると我が家には奇跡が次々と起こりました。姉の体の中で悪さをしていた悪霊が抜け、無事に精神病棟を退院することができました。それどころか難しいと思われていた祝福も奇跡的に導かれ、2023年に無事に祝福を授かり、最近は家庭出発をすることができ、今も幸せに暮らしています。私はこの家族の問題を通して霊界についてもっと知りたいと思っていました。私の家族は多くの問題を抱えていましたが、今は全世界の中で一番幸せな祝福家庭だと思っています。
そこには幸せにしてあげたいという天の願いがあったと思うし、どんな困難や試練が来ても家族みんなで支え合いながら乗り越えたところに天が感動してくださったんだと思いました。そして今回霊性修練会に参加してみて、私の先祖がどれだけ今まで私たち家族を共助してくれていたのか知ることができました。そんな中、霊性修練会に参加している途中で天の役事が起こりました。実は私は安倍元首相の事件以降に SNS で家庭連合2世として誠の愛を発信する活動をしている小さなインフルエンサーです。現在約2000人ほどのフォロワーがおり、世の中に家庭連合の真実をずっと発信してきました。2年前の18歳の時に始めましたが、それは簡単な道ではありませんでした。統一教会に洗脳されているかわいそうな2世だとバカにされ、非難され、笑われるような日々でした。しかし誹謗中傷を受ければ受けるほど、誠のご父母様の苦労を追体験させてもらっているのだと感謝し、私はただお母様にはべりたい心情で今まで続けてきました。そしてある日、天神共鳴祈祷の時に講師の方が語られた話の中で、私が感動したことを SNS でつぶやきました。統一教会の人は天国に行けないという御言葉があります。自分の幸せのためだけに信仰を持つ人はいません。私はたとえ地獄のようなところでも天国を築ける人になりたいですとつぶやいたのです。するとそれを見たかつて日本キリスト教団で牧師をされていた方の目に留まり、まだ20歳で若いこの家庭連合2世の信仰告白にとても感動したと YouTube で動画を出してくれたのです。自分が日本キリスト教団で伝道師をしていた頃の初心を思い出されたとおっしゃっていました。これこそ天の役事が起きたと私は思いました。お母様が祝勝会の時にキリスト教圏を復帰しなさいと言われたように、何も恐れることなく堂々と真実を明かす時が来たのだと感じました。それは人間技ではなく天が導いてくださったんだと感じざるを得ませんでした。この SNS 活動をきっかけに伝道されてきた私の信仰の子女もいますし、悩みを持った多くの2世から相談も受けるようになり、休眠2世が戻ってくるという役事も起きています。誠の愛で天心円と一つになれば何もなせないことはないと感じています。私たちにはお母様がいるということ、そして霊界におられるお父様、表示人、奮人人、テモ人、絶対前霊がいるということを決して忘れてはいけない。私は一人で歩んでいるのではなく、多くの共助のもとで歩んでいるということを改めて感じさせられました。また天の父母様と誠の父母様の導きで霊性修練会を受けた身として、摂理が急がれるこの時、私に何ができるのか天心円で祈りました。このような大変な状況の日本の2世として、天の父母様の前に新日本の勝利を捧げることが重要だと感じました。そして祈り求める中でお父様からメッセージをもらいました。それは霊性修練会を終了した後、新日本天使園で奉仕してほしいという内容でした。お母様と地上で一つになることができる子女を探してほしいというお父様の切実な願いを受けました。そこで私はこの霊性修が終わった後、新日本天使園で奉仕することを決意しました。ワンオンマン、私がいるので心配しないでください。日本は大丈夫です。必ず勝利できます。私は決して揺らぐことなく変わらない心情であなたと共に歩みます。若い2世3世たちを復興し、休眠2世3世たちを父母の愛で包み、もう一度あなたの懐のもとに連れてくるので心配しないでください。
決して諦めることなく、ただ誠のご父母様だけを見つめ、もっと天心と一つになって共鳴できる私になれるよう努力していきたいと思っています。霊界が必ず薬事してくださることを私は確信しています。母の国としての使命を持ち、南北統一のために祈り、世界中で苦しんでいる人類のために祈り、天の父母様と誠のご父母様の範を解放することができる誠の子女になっていきます。ワンマサラムニダ。以上で証し終わります。ありがとうございました。